4月頃からお庭で中国編み笠羽衣の幼虫をたくさん見かけるようになりました。白くてふわふわして妖精みたいで可愛いなんて昨年は思っていたのですが、これが成虫になると色が黒くなって蛾のような見た目なので、大量に集まる姿がものすごく気味が悪いです。排泄物が葉っぱを黒く汚すので、ス病の原因にもなります。その上、枝に穴を開けて産卵するので、枝が枯れてしまったり折れてしまうこともあって、この被害が特に実をつける果樹にとっては致命的です。中国編み笠羽衣は樹木以外にも草花や野菜、お庭のほとんどの植物に卵を産みつけるので、これが本当に厄介です。今回の動画は中国編み笠羽衣の幼虫を駆除するためにいくつかの方法を試してみたので、どうぞ最後までご覧ください。幼虫はジャンプはしますが、まだ羽がないのでバサバサと飛ぶことができません。特に生まれたばかりの幼虫はジャンプ力が低く、一度枝から落ちてしまうと高くまで上がることができないので、低い位置にある柔らかい枝や葉っぱの裏にいることが多いです。なのでしゃがんで植物を下から見上げるようにして観察しないとなかなか見つけられません。運よく孵化直後の幼虫を見つけられたら、このように産卵した枝の葉っぱの裏に集まっているので、一気に捕まえることができます。生まれて間もない幼虫は動きがまだ鈍いので、養生テープを巻きつけた棒を使ってくっつけて捕まえることができます。粘着力が強すぎると葉っぱにもくっついてやりづらいのですが、ちょうど家にあった紙製の養生テープが程よい粘着力でした。カメラを持っているので片手しか使えなくて、いつもより手こずっていますが、一例幼虫は動きがゆっくりで棒を近づけてもなかなかジャンプしないので、簡単に捕まえることができます。すべての幼虫を1日で捕まえるのは難しいので、地道にやり続けることが大切で、最近はお庭の水やり前に10分間の幼虫退治が私の習慣になっています。幼虫は何度か葉っぱの裏で脱皮をして成長していきます。このくらいの大きさまで成長すると、危険を感じたら素早くジャンプをするので、粘着棒だとなかなか捕まりません。片手で捕まえようとしてもこのようにすぐ逃げられてしまうので、両手で囲むようにして逃げ場をなくしてから、手に飛び移ってきた幼虫を叩きつぶします。葉っぱがたくさんある樹木は多少葉っぱが傷んでしまっても大丈夫なので、葉っぱごと握りつぶします。逃げられないように慎重に素早く握りつぶします。私は素手でも平気ですが、手袋はした方がいいと思います。幼虫の死骸はそのままにしておいてもアリが食べますが、池のメダカも雑食性で水面に落ちた小さな昆虫も食べるので、試しに潰れた幼虫を与えてみました。一匹のメダカが近づいてきて食べています。さらに次々と寄ってきました。餌と勘違いしているだけかもしれませんが、食いつきはいいです。去年成虫を退治するのに電撃ラケットが大活躍したので、
幼虫にも使ってみました。生まれたばかりの幼虫は小さすぎてうまく電流が流れなかったり、網目をすり抜けてしまうこともありますが、米粒程度の大きさまで成長した幼虫であれば問題なく捕まえられます。手で追い込んで幼虫がジャンプするのを狙って電撃ラケットで仕留めます。手で捕まえるよりも一度にたくさんの幼虫を捕まえることができます。水 500ml に油と液体石鹸を 4cc ずつ混ぜて油石鹸水を作ります。水に油を入れてもこのように分離してしまいますが、ここに液体石鹸を入れてよく混ぜることで乳化作用で水と油が混ざって白く濁った液体になります。少し時間を置いて泡が少なくなってから水を足したら油石鹸水の出来上がりです。これを害虫にかけると呼吸器官を塞ぐことで窒息死します。散布してから10分ぐらい時間が経ったら水で洗い流す必要がありますが、環境にも優しくよくアブラムシ対策に使われます。一例幼虫なので小さすぎて分かりづらいですが、動かない幼虫もいれば普通に動いている幼虫もいるので、効いてるような効いていないような感じで、もしかしたらあまり効果がないのかもしれません。もう少し成長した幼虫にも試してみます。スプレーをかけると一瞬動きが止まったようにも見えるのですが、しばらくするとまた動き出すので、またスプレーをかけて、またしばらくすると動き出してスプレーをかけて、これを何度も繰り返していたら、そのうちにジャンプをしてどこかにいなくなってしまいました。この後も何匹かの幼虫に油石鹸水をかけて観察していたのですが、しぶとく動いていた幼虫もいれば死んだ幼虫もいました。白いふわふわが体をバリアしているおかげで油石鹸水が浸透しづらいのかもしれません。こうやって動きが鈍くなるのを待っているくらいなら、手で潰してしまった方が手っ取り早くて確実な気もします。地道に捕まえ続けた結果、幼虫の数はだいぶ少なくなりましたが、まだどこかに潜んでいる可能性があるので、剪定して徹底的に仕留めます。去年は成虫が止まっている枝を触りたくなくて、夏後の剪定ができなかったので、成虫がいないこの時期がチャンスです。去年成虫が大量発生したシルバープリペットもすっきり剪定して、大量に卵を産みつけられたフェイジョアは花を残して剪定しました。ムクゲは葉っぱの裏に幼虫の抜け殻がたくさんついていたので、木の下半分の葉っぱをむしり取りました。剪定適期ではない樹木もありますが、中国アミガサ羽衣に大量に産卵される方が木にとっては絶対良くないです。まとめると、幼虫はジャンプはできても空が飛べなくて見た目も可愛らしいので、成虫に比べると退治するのが簡単です。なので幼虫しかいない梅雨前のこの時期が駆除をする絶好のチャンスです。捕まえ方ですが、一例幼虫は粘着棒を使って捕まえて、二例幼虫以降は素手と電撃ラケットで退治するのがおすすめです。剪定をして幼虫が隠れる場所を少なくして見つけやすくすることも重要です。油石鹸水はもっと濃い濃度で作れば素早く効果が出るのかもしれませんが、幼虫は手で潰して退治する方が早くて確実です。手で触りたくない成虫が現れたら試してみようと思います。
約2ヶ月間害虫退治を頑張った甲斐があって、お庭の幼虫がだいぶ少なくなったなぁなんて思っていたのですが、現れました。中国アミガサハゴロモの成虫です。また今年も成虫との戦いが始まりそうです。効果があった駆除方法や果樹にも安心して使える殺虫剤などありましたら、ぜひコメントで教えてください。